はようございます。たかしです。本日は12月12日木曜日、ただいま8時2分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからです。昨日は長い下髭の陽線になってきております。若干上値の重さも感じるんですけれども、基本的には上昇方向に動いている。そしてこの直近の動きを見ていてもわかるように、ずーっと強い上昇ですよね。連続の陽線で、1本だけ陰線があるんですが、連続で上昇してきておりますので、もしかすると本日もまた上昇していくかもというところなんですが、ストキャスティクスは高値圏に来ておりますので、そこはご注意ください。基本的にストキャスティクス高値圏に来るってことは、ここから下落方向にストキャスティクスが動く。そうするとチャート的にもこういう押しを作ってくる。こういう動きが考えられますので、一旦の下落をしてくる可能性はあります。では4時間足です。とは言いましても4時間足、昨日の動き、ここのところずっとそうですが、強く上昇してきてますよね。ずーっと。GMMA の青帯に押しをつけずに上昇してきております。昨日一旦ここ、ヒゲで押しをつけてきたんですが、もしかするとローソク足の実態でしっかりと押しをつけてくる。今の動きはこういう動き方、こういうトレンドですよね。ということはこういうトレンドを作ってくるかもしれない。そしてこういうトレンドですね。このままこの上昇トレンドが継続するのであればこういう動き。そう考えると本日ここから昨日ちょっとこの辺りで上げ止まっている感がありますよね。ちょうど過去のこの高値になってきますので、ここから本日ダラダラと下落していって、この辺りと考えると193円ぐらいまで下落してくる可能性があるのかなというのが今のチャートと、そしてストキャスティクス、冷やしも高値圏でしたよね。それを見ているとそのくらいの下落の可能性は考えておかないといけないと思います。もちろんこのまま上抜けてくる可能性もありますので、例えばこの昨日の高値、ここを明確に上抜けてくる。こういう風に上抜けてくるともう一段上昇していくのかなと。そうすると過去のこの冷やしの、揉み合いのゾーンですね。緑のラインで挟まれたところでのまた再びこういうレンジ、過去ここでのレンジだったんですが、そこに戻ってくるのかなというところも考えられますので、まずは昨日の高値を上抜けられるかどうかっていうところに注目。上抜けられなければ今ちょっと上げ止まり感を感じますので、ここからの下落で GMMA の青帯ぐらいまで193円ぐらいまで下がっていく可能性が考えられます。では、1時間足です。1時間足 GMMA の青帯に沿って綺麗に上昇してきてますよね。ここのところ、ここもそうですし、昨日はちょっと長く下髭を出しているんですが、ちょうど1時間足の GMMA からの上昇になってます。そう考えると本日も GMMA 接触からの上昇になるのか。ただ、その場合は、この昨日の高値、このあたりですね。ここを明確に上抜けられるかどうかっていうところを見ておいてください。もしかすると、ここでこういうダブルトップを作って、比較的大きめの下落、先ほど4時間足で言っていたこの辺、193円とか192円台ぐらいまでの下落っていうところも考えられますので、まずは昨日の高値を上抜けられるかどうか、そして1時間足の上昇トレンドが継続するかどうかですね。GMMA の青帯で今までずっとサポートされて上昇してきてますので、この動きが継続するかどうか。逆に1時間足の GMMA 下抜けてくると、ここから結構大きく下落する。先ほど言ったこのオレンジの水平線付近までの下落が考えられますので、その動きも考えつつ、基本はこの上昇トレンドに乗っていくっていう考え方を持っておくといいと思います。ではドル円の冷やしを見ていきましょう。こちらは冷やし GMMA の青帯横ばいなんですね。ですので基本的にはこういうレンジを想定しております。ストキャスティクスも高値圏ということは本日は下落方向に動くかも。これはポンド円も同じですよね。ストキャスティクス高値圏にあったので本日は下落方向に動くかもというところは考えておいてください。GMMA の青帯が横ばいということは方向感がありませんので、上がったり下がったりということを繰り返していく。三角持ち合いになってくるかもしれないですし、レンジになってくるかもしれないという分かりにくい動きをする可能性を現時点では考えておきたいです。では4時間足です。冷やしはレンジなんですが、4時間足は上昇トレンド中ですよね。ですので、こういう動き方を想定しておく。このまま上昇トレンドが続けば、こういう動き方が想定できますねというところで、昨日の動きを見ていると、ちょうどこのオレンジの水平線、過去の安値、そこに、昨日はここでサポートされている感じがしますよね。ということは本日ここからもう一段の上昇で、一つ上のこのオレンジのライン、153.4 付近までの上昇が考えられます。ただし、こちらもストキャスティクス高値圏にありますので、一度昨日みたいにこういう風に GMMA の青帯までの下落、そこに接触してこういう動きですね。接触してからの上昇みたいな、そういう動き方をしてくる可能性があるので、そうすると結構深めの押しをつけてくることになりますので、そこはご注意ください。では最後に1時間足を見ていきましょう。こちらもポンド円と同様ですね。1時間足 GMMA 付近からの上昇になってますので、本日ここでダブルトップみたいな今形になってきてますが、ダブルトップで下落していくのであれば、
は大きめのこの下落が考えられますが、そうでなく GMMA の青帯で今まで上昇してきてますので、本日も下落したところから GMMA の青帯で上昇していけば、次は 153.5 付近を目指していく可能性がありますので、まずは昨日の高値、この辺りを上抜けられるかどうかっていうところを見ておいてください。今意識されているのはこの辺の赤い水平線とオレンジの水平線。昨日このオレンジの水平線、綺麗に意識されてましたよね。そしてこの辺り赤い水平線付近も意識されてますので、アラートを仕掛けるのであればこの辺りかなと。この赤い水平線とオレンジの水平線、そして昨日の高値、そしてここですね。この辺りにアラートを仕掛けておくといいと思います。トレーディングビューでは簡単にアラート設定できますので、もし使いやすいチャートをお探しの方はトレーディングビュー概要欄に URL を貼っておきますので、無料登録してみてください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。また、有料投稿に関しましては、新規入会の方は2月からの値上げを考えておりますので、お得にご利用をお考えの方は2月までにご入会することをお勧めします。入会時点の料金がずっと維持される形になりますので、お早めにご入会いただいている方は値上げ後もその料金は変わりませんので、もし少しでも有料投稿にご興味があるのであれば、早めのご入会をお願いします。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。